もう一つはもう常に前に出て攻撃し続ける。もう一つは、思うような試合ができなくてもそう焦りとか不安っていうのを絶対顔に出さない。でその3つ最後まで諦めない。オリンピック柔道史上唯一3連覇を達成した選手は誰でしょう？野村忠宏です。ギリシャが届きました聖火をランタンにね、実際にトーチ、火が灯った聖火が灯ったトーチも持ったんですよね。でその時のこの自分がオリンピックで戦ってきたっていう興奮とか感動とは違う武者震いというかね、気持ちが高まる瞬間だったんですよ。そうですね、東京オリンピックの開催が決定した時に今現役でやってる選手たちが羨ましいなと思いました。キャスターの仕事をしたりとか、ね、聖火リレーのアンバサダーであったり、またねやっぱり柔道は自分の一番軸になるところから子どもたちとの柔道の時間を持ったりとか、だからいろんなことができてものすごい幸せを感じてます。野村さんがやっぱり3連覇で終わりになった功績の一つは、柔道界を飛び出して日本のスポーツ界全体に。Être 3 fois champion olympique, ça représente l'exemple dans le sport, l'abnégation, le courage, le respect. はい、私の祖父野村彦忠、奈良県で米作り農業してまして、そして柔道が大好きで、今からもう80数年前に報徳館野村柔道場というのを創設して。監督としてね、高校生たちを率いて全国大会で何度も優勝している、そういう監督で、父親の弟野村豊和先生はミュンヘンオリンピックの柔道の軽中量級で金メダル獲得。本当にもうパーフェクトな柔道一家ですね。一人でやる時っていうのは特に相手と組んでます。組んだ上で足払いで投げるんだ。しっかりと腹素早く子供の時はね、力もなかったし体も小さかったし、本当に弱かったんですよ。中学校入った時32キロしかなかった。高校入った時45キロ。もうやっぱり試合にも勝てなかったし、周りにも期待もしてもらえなかったし。ですから私も時々試合行っても勝つ楽しみっていうのは全くなかったし、私の場合は一つ上の兄の方が強くてね、やっぱり兄は長男でもあり、そういう意味でも、期待もされていたし。そんなつもりはないけども、やっぱりそれだけやっぱり彼に対しては勝て強くなれっていうことは非常に大きな壁だったんですよ。自分にも自信持てなかった子供が、自分が柔道大好きでね、自分の未来を信じて頑張って、いつか親父をお父さんを見返すぞって思春期の男の子としてお父さんを絶対超えるとか。ここは天理大学の体育学部で、まさにこの天理大学武道館、私は18歳から現役を引退する40歳まで
日々ここの、道場で稽古を積んでました。ここが私のホームというか。技術ってのが活かせるようになってきて、チャンピオンへの道が始まったんですけども。そうですね、それは野村が大学2年生の時に学生チャンピオンになりました。その時の決勝がその時の世界チャンピオンだったんです。同じ階級の60キロ級のですね。でその世界チャンピオンと決勝戦でやって、野村忠宏が一本でバシッと投げました。その時が大きな変化だったですね。一つの証明にはなりましたけど、いつかオリンピックに出られたらいいなっていう。その現実に自分が代表になったってしっかりと理解した瞬間に、こんな若造、こんな経験もねキャリアもない若者が日本柔道の60キログラム級の代表になっていいのか。そうですね、もう日本の柔道は今おっしゃったように、もう日本で生まれた日本が一番得意とするスポーツですから、それで勝たないって言ったらもう大変なことでした。金メダル以外許されないぞとか、負けたら日本に帰ってこれないぞとか、そういう部分でのプレッシャーはありましたけどね。やはり一流を極めたりだとかトップに立つ選手にとって大きなターニングポイントっていうのは必ずあるんじゃないかなと。オジョギンが野村はノーマークだったと思いますね。そうですね、もうオジョギン自信満々でしたし、野村はまだね大学4年生でまだ若いし、オリンピックなんかどんなものか知りませんでしたからね。でも実力差はもう本当これぐらいあったと思います。オジョギン選手と組んだ時に自分の予想を上回る強さがありました。でその感覚通りね、前半はもう何回も投げられて、一本は取られませんでしたけども、何回も宙を回されてね。うわ、こいつやべえって思ったんですよね。有効3つぐらい取られたと思うんですけども、ただそのオジョギン選手は後半スタミナにちょっと不安というかね、弱点があったので、後半勝負だ。いやもうね、これは結果だけですね。ラスト10秒よく逆転勝ちしたなって。かけたんですよね。だからもうとっさの技です。正直ああいう技、片手で片襟を持って相手の襟を持って入る技って初めてかけたんです、試合では。だからある種私の背負い投げ、3歳の時に柔道初めて最初にね、おじいちゃんから最初に習った大きな技っていうのが背負い投げで、それを3歳4歳5歳ずっと練習し続けて、その背負い投げっていう技術、相手を投げるっていうこの感覚っていうのをもう体に染み込ませたわけなんですね。
相手が分かってても相手が守ってきてもそれでも、切り崩していけれる。On ne peut pas dissocier Nomura de Soenage. Soenage, c'est Nomura et c'est l'inverse aussi. Il n'a pas piégé les gens avec ce Soenage en créant une forme hors du commun ou une rotation qui pourrait les surprendre. Il les piège parce que le mouvement est fait de manière parfaite. Maisやっぱり王女銀戦に勝ってやっぱその若さと勢いでガーッといきましたんで。解放される喜び、世界一になる達成感、もう一本で言われた瞬間にそういうものが全て含めて爆発的な喜びとなってやっぱり自分をコントロールできなかったです。人生の中で一番心に響いたというか、君が代を聞きながら国旗が上がっていって少し感傷に浸るように目を閉じてたんですけど、今自分はどういうふうに日本に映ってるのかな、どういうふうにテレビに映ってるのかなってね、ちょっとそういうね気持ちもありました。私もすごい弱かったからね、けどね続けたからこそここまで来れた。だから皆さんはみんなが柔道強くなりたい、上手くなりたいって気持ちがどんどん内から湧き上がってきて、ね、それが続いていくっていうのが大事。やっぱその柔道っていう日本で生まれたスポーツが今世界でね愛されて、そしてフランスであったりいろんな国でね信頼されるこの競技だけスポーツだけじゃなくて。はい、涼子ちゃんは何が見たい？同じで背負い投げです。背負い投げでね、相手を前に崩して入るね、向こうに投げる技ね。かっこいいって声が聞こえてる。心からですね、野村さんは柔道というものを愛していかに社会に還元できていける人間になっていくか、ここが大きな私は価値というものがあるんじゃないかなと。自分が良ければいい、そういう自分勝手じゃない。それとともに柔道を今は楽しんでください。やっぱりその96年のアトランタが終わった後はね、やっぱり若かったから周りからしてもね、あいつは勢いで取ったなと。やはりそのシドニーオリンピックで2連覇する、4年後連覇できる自分を作るにはものすごいね厳しい毎日が待ってると思う。物事を考えるのはやめようと、それだけ得るものが大きいと思う。やっぱりそのアトランタからシドニーまでの私の取り組みっていうのを知らない人もいっぱいいるわけなんですよ。だからなかなか背負い投げで勝つのは難しいんじゃないですか、背負い投げだけやったら難しいんじゃないですかって言われたんですよ。それでちょっとねカチンときちゃって研究されてるのは分かってます。もし背負い投げが研究されて通用しないんであれば、私は1回戦から決勝まで5試合全部違う技で勝ってみせますよってちょっとね怒りの中で言っちゃったんですよ。ただ1回戦とか結構危ない場面があったり、もっとね核になるものっていうのは受けの強さだったんですよ。
で最後ねやっぱ実力のある選手だとすごく技にバンと入ってくるんですよね。投げられそうになる。投げられそうになった時もう投げられるっていうとか空中感覚でもう体をひねったりしてもう絶対一本は取られない。体、心、技術、体力、その3つ全てがバランスよく揃ってたと思うし。やっぱり一番強かったですね。シドニーの時がいや本当に強かったと思います。他ではやったことない、他ではこれまでは考えついたことがないようなことをですね、しっかりと自分自身というものを理解した上で実践に移していく、その強さっていうものは非常に感じるところがありますので。実際試合が始まったらもうねやっぱ相手も世界レベルの選手もいっぱいいるわけだからなかなか狙ってね技っていうのは入れないんで、その時の瞬間の感覚なんですけども、結果的には決勝の相手ね、韓国の彼も強かったですね。あそこがだからもう彼とはこうだろうなと思ってました。だけどそれがもう野村でなんかこう目に見えない力持ってますよね。1回戦から決勝までの5試合全て違う技で勝利することができたんですよね。シドニーの韓国との選手の決勝ももうまさしくもう信じられないような勝ち方でしたから、相手が技勝手にかけて勝手にこけてそれをこうしただけですから、だからこう目に見えない力彼は持ってるんですよ。Il a une sensation presque mystique, c'est-à-dire qu'il est capable de lire le judo de l'adversaire, mais en plus il est capable d'anticiper sa réaction et de produire sa propre action en amont. Il a une force invisible qui le mêle à l'autre et ça devient un principe de judo. もう円熟の極みですよね。全て違う技をかけて勝っていく。やっぱり日本で1年間シドニー終わって1年過ごしたけど、やっぱりどこに行っても2連覇した野村さんすごいねチャンピオンっていう形で、それからメディアの中でもメディアの中はどっちかというとこれで引退っていう感じでしたかね。私としてはもういいだろうといつも思ってました。その自分の将来っていうのは考えましたね。だその2連覇してやっぱ頭の中には3連覇っていうのがあったんですよね。もちろん柔道界では世界で誰も成し得てない、そういう中で30歳になる年にチャンピオンになれる自分がいるのかどうか、いないよなと思ったんですよね。やっぱり世界一になるための練習もそうだし、世界一になるためのメンタリティの作り方もそうだし、やっぱり過酷だったんですよね。で金メダルを取る自分を作っていく中であと4年間は無理だな。だからアメリカに行って、でアメリカっていうのはそれほどね柔道が当時は盛んではなかったので、アメリカに行ってそのある種心もある種解放して心身ともにゆっくりしたい。アメリカ行ってほんで、向こうでもお世話になった先生が、道場やってたんですよ。けどもそこには行っても子供たちと柔道をして本当に柔道から離れたいと思ったけど柔道で笑顔になったって。足払いはこう、ね、だからみんなもただ自分はやめたくなかった。
信はあったけど、復帰してその自信っていうのは一瞬で砕け散りましたけど。そして出る試合負け続けたんですよ。あんだけ強かった野村が今は弱いな。そういうところで自分の弱さというか苦しさを出せたのはもう家族だけだったですね。思いっきり泣きましたよ。でもう2連覇したのももう過去の話。今現実は弱いんだ、勝てないんだ。だからもう子供の時と一緒。まずしっかり練習してブサイクでもいいじゃないか、負けてもいいじゃないか、本当に初心に戻ったんですよね。少し不安はありました。天理大学での最後の練習の時に怪我したんですよね。細川先生っていうのは私にとってもう恩師であり師匠だけども、あまりね私に対してアドバイスをくれたり言葉をいただきましたね。黙って戦えっていろんなメディアが取りに来るけど、その怪我したところっていうのはもう絶対見せなかったし、そのテーピング巻く時でももう裏の方で巻いたりして。初戦戦ってその怪我っていうのも自分が自分の柔道に影響するようなものじゃないっていうふうに分かったので、2回戦からは思い切っていけるっていう。全員が私を恐れてる、そういうふうに見えたんですよ。対戦相手全員がもう自分よりも小さく見えたし、勝つべくところはもう10秒15秒って本当に、短い時間で決めたし。何がここまで自分を強くしてくれたのかなって、正直分かんないところもあります。ただこのアテネオリンピック決勝戦、このあと1試合でおしまいだっていう、もうそれだけだったですね。畳に上がるまでウォーミングアップエリアから畳に上がるまでの歩き方であったり礼の仕方であったり、そういう全ての部分、柔道の強さと柔道の美しさっていうのを体現したいなっていうふうに、そう思って決勝に挑みましたね。だからちょっと不思議な感覚ではあったんですけど、だから傲慢とか過信じゃなく、本当に負ける要素がないっていうふうに思いましたね。チャンピオンがどん底を見てそこから這い上がったっていう、その過程の中で勝った瞬間、優勝が決まった瞬間はほっとした。本当に鳥みたいに見えたんですね。綺麗な鳥が舞ってるみたいに、本当に全ての動作が美しかったんですよね。こんなに人って感動できるんだ、こんなに喜べるんだ、こんなに涙するほど感動があるんだって思ったんですね。Je
3 fois champion olympique, c'est juste 12 ans d'une vie mis de côté. C'est 12 ans à être à la tête des plus hauts sommets du sport. だからまあそういうオリンピックとか世界一っていうものに対しての憧れっていうのはありましたけど、正直自分がそこを目指せる選手になれるとも思わなかったし、自分の未来を信じて頑張って、ね、それが実をね結んで、自分の人生というかね、野村忠宏っていうのをこれからも柔道で構築していきたいというか、まあ柔道が好きなんでしょうね。